はい、どうもこんにちは。今回は iPhone 13 mini のバッテリーがどれぐらい持つのかっていうのを丸1日充電全くせずに使ってみて検証してみました。それから丸3日間使ったレビューも後でやります。ミニ買うかノーマル買うか悩んでる方は参考にしてください。結論、よっぽど1日中触り続けてるような人でなければ充電なしでも全然大丈夫です。で、まず今回検証したのが発売日の翌日の土曜日。これは休日で、普段仕事してる時よりも、若干スマホを触ることが多いシチュエーションではありました。ただ、自分は普段他の人よりも多分あんまりスマホ触らないタイプの人種だとは思います。で、この日1日は8時くらいに充電 100% の状態で起きてから、で、夜12時手前ぐらいまで充電なしで使ってみました。で、起きてからちょっといじって、お昼ぐらいから買い物に出かけて、で、帰ってきて家でぼーっとして気づいたら1日終わってるって感じの、割とありがちな休日でした。で、結果、夜12時手前でバッテリーが 59% 残ってるっていう状態でした。結構こんなに減らないもんかねって感じでした。カメラを使って動画とか写真撮ったり、あとは運転中にカーナビとしてマップ開いてたりすると、多分結構話変わってくると思うんですけど、それでもバッテリーがゼロになるってことはないんじゃないですかね。あと自分は全くスマホゲームをしない人なんで、これも結構でかいかもしれません。スマホゲームってものによってはかなりバッテリー食いますから、そういう人は画面のでかさ的にもバッテリー的にもミニだとちょっときついかもしれませんね。で、画面収録しながら今これバッテリー見てるんですけれども、自分が使ってたのは割と普通にいつも通りって感じですね。それからスマホのアプリをどれぐらいの時間使ってたかっていうのも見れるんですけど、YouTube 結構見てますね。47分。で、これ YouTube とか、Netflix でドラマとかをがっつり見たりするのをスマホで全部やっちゃうって人はさすがにもう少しバッテリーは減りますよね。自分はこんなもんでした。で、普段平日ならもっとスマホ触る機会がこれよりも減るので、バッテリーはもうちょっと持つって感じになると思います。はい。ということで、バッテリーの持ちは普通に使う分には十分すぎるほどあるってことが分かりました。でも、もちろんこれ人によって使用用途なんか全然違うと思うんで、さっきのアプリの使用状況とかを見てもらって、自分ならもうちょっとこうかなとか、そういうところを想像しながら検討してみてください。で、こっからは13 mini のレビューに入っていくんですけども、丸3日間ぐらい使ってめちゃくちゃ満足してます。今のところは。iPhone 13シリーズってバッテリー持続時間の長さが今回の大きい魅力の一つだと思うんですけど、バッテリー容量が大きくなったってのはもちろんなんですけど、バッテリーがいかに長く持つかっていうのは中に入っているチップの消費電力効率みたいな性能だったり、電波のつかみやすさの性能だったりっていう、いろんなところの能力の差が結局バッテリー云々に関わってくるわけなんですね。だから単純にバッテリー能力の比較って感じで他の iPhone と比べるのってめちゃくちゃ難しいんですけど、一応目安っていうのがあって、それがビデオ再生時間の比較です。で、それを見てみると、12 mini は15時間、12 Pro は17時間、13 mini が17時間なんですよ。13 mini すごくないですか？バッテリー容量の数字というか、データだけ見てみると、12 Pro が 2815mAh、13 mini は 2406mAh です。なんで、細かい難しい部分は実際自分わからないんですけど、おそらくチップの処理能力とかが上がってるから実際にはバッテリーが同じぐらい持つってことになってるんだと思います。13 mini めちゃくちゃいいです。手に馴染むのはもちろんなんですけど、ポケット圧迫しないですし、手に対しての負担もちっちゃいです。大画面とか処理能力の高さとかスマホに求めるシチュエーションって結局ドカッと椅子に腰据えてる時だけだと思うんですよ。で、そういう状況の時って自分は何をするにしても PC か iPad かを使ってるんで、スマホって別にいらないんですよ。で、こういう人はミニがいいんじゃないですかね。小さいことによるメリットってめちゃくちゃ多いです。で、これ今から10年ぐらい前の話なんですけど、自分めちゃくちゃ覚えてることがあって、とんでもないスマホがドコモから出るぞっていうことになったんですよ。2012年だったと思うんですけど、画面がとにかくめちゃくちゃでかくて、スマホの概念を壊したようなスマホやと。大型のディスプレイとタッチペンがついてて、もうこれ一台で何でもできるよみたいなモンスターマシンが出たんですけど、それがサムスンギャラクシーノートってやつだったんですね。で、その大型ディスプレイっていうのが 5.3 インチなんですよ。で、この13 mini は 5.4 インチです。このサイズのスマホが今もうミニって呼ばれてるのって結構不思議ですよね。で、自分は今回マグセーフが初めてだったんで、アクセサリーもいくつか合わせて買ったんですけど、どれもすごい良かったです。まずは純正のレザーケース。で、これは人によって感じ方も違うと思うんですけど、自分は裸で持つとちょっとちっちゃすぎて滑り落ちそうな感じだったんですけど、このレザーケースをつけるとめちゃくちゃしっくりくるって感じになりました。そんなにアップル純正のものにこだわってるってわけではないんですけど、なんかブランドロゴみたいなのが入ってるケース自分嫌いなんでこれにしました。
それからベルキンの 3-in-1 充電スタンドです。価格がだいたい14,000円ぐらいなんで結構高いです。で、こんな感じで iPhone と Apple Watch と AirPods を3つ同時に充電できるようなスタンドです。ベルキンっていう信頼できるブランドだったんで、多少値段は張るんですけども、これにしときました。最大で 15W 給電で、見た目も結構かっこいいです。それから車載充電ホルダーです。自分は車載系の両面テープとかでかい吸盤みたいなやつは全く信用してなくて、こういうエアコンの吹き出し口のルーバーに挟み込むタイプのものをいつも買ってます。今回のこの商品はその中でも 15W 給電ができるっていう歌い文句だったんでこれにしました。ジョイルームっていうブランドらしいんですけど、これは似たような商品いっぱい Amazon にあると思います。一応それぞれ概要欄にリンクは置いておきます。で、ベルキンの充電器もこれもそうなんですけど、やっぱりいちいちライトニング端子をお尻に刺さなくていいってめっちゃ快適ですね。こうペトッとくっついて充電してくれて結構嬉しいです。という感じで、ざっくりバッテリー持ちの検証と3日間だけなんですけど、使用感のレビューっていうのをしてみました。で、最近のスマホどんどんでかくなってきてて、それに疲れてミニにしたいって思ってるけど、ただ12ミニの時はバッテリーの持ちが結構微妙っていう噂があったんで、唯一そこがネックで買い渋ったっていう人も多いと思います。で、今回の13ミニなら普通に電話をして LINE をしてちょっと SNS 見てっていうぐらいなら、充電しなくても自分は今のところ全然いけてます。それと一日中全く充電できないっていうシチュエーションも今時珍しいと思います。で、どうしてもきついって人はモバイルバッテリー買ってでもミニを選ぶ価値は全然あります。そんな感じです。今回の動画が参考になった方は高評価とチャンネル登録しておいてください。それではご視聴ありがとうございました。さようなら。